こんにちは。韓国のカルト犯罪相談専門家정택주牧師です。元総理だった安倍晋三が断罪を受けました。神様がそれを許されたことでしょう。もし神様が許さなければ、彼は死ぬことができなかったでしょう。しかし、彼は死んで断罪を受けました。なぜ彼が断罪を受けたのかについて、これからその理由をお話しします。メッセージがとても重いから敬語は使いません。それでは始まります。アメリカの NASA が計算したように、聖書ヨエル書2章31節の予言通り月食が起きた。イエス様が亡くなった33年4月3日から3日後、イエス様が復活して真理を与え、40日の後、5月14日、彼は昇天しました。彼は昇天する前に警告をした。週末の時、多くの人たちが彼の名を名乗って、多くの人たちを誘惑することについてでした。マタイによる福音書24章4節と5節を見れば、イエス様はこんなように言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。教会は迫害を耐えて純潔を守ったが、ローマ皇帝がキリスト教信徒になる事件が発生し、皇帝がキリスト教人になった後、力を追求していた嘘つきたちがキリスト教の内部に浸透した。教会は堕落し、人たちはその堕落な教会をローマカトリックと呼んだ。ローマカトリックは真理を独占し、救いを隠して人たちの聖書接近を止めた。真理を独占したローマカトリックは救いをもらうためには自分たちの言葉を従うだと人たちを洗脳させ、従わない人たちは魔女に追い詰めて殺した。これは最初の、そして今も続いている宗教詐欺犯罪だった。人たちはこの時代を暗黒時代だと呼んだ。この暗黒時代は1000年くらい続いた。その後、人類に革的な事件が起こった。それは宗教改革だった。マルティン・ルーターの宗教改革は人類に真理を惑わされ、何よりも信仰と良心の自由を挙げて、これは現代の自由民主主義の大きな基礎を用意した。我々は真理を追求する自由がある。俺たちを殺すな。俺たちも殺さない。これが自由民主主義の思想の自由だ。しかし、長い生活の自由は人たちに真理の大切さを暴虐して、人たちはもう真理はいらないと考え始まった。それで問題が起こった。イエス様の警告通り、衛星宗教詐欺が出現することだ。衛星宗教犯罪は宗教詐欺ながら宗教の自由に寄生し、家庭を壊して多くの人たちの票と大金で政治権にロビーして自由民主主義の国家を蝕み始めた。人たちの帝国は無力だった。人たちが真理を捨てたので、繰り返せば真理を知らないから、非真理を分別することはできなかったし、戦いことは全く不可能だった。なぜなら、宗教詐欺は政治家たちと法上に君臨したからである。彼らは自由民主主義に寄生する細胞を見て、破壊される過程の中で終わらない涙を出すことしかできなかった。自由民主主義は静粛な大樹国民を必要にする。しかし、真理を暴虐する人類には自分たちを守る最後の盾がなかった。質問する。政治家たちが票とお金をために衛星宗教の政治的な運動に参加してもいいのか。政治家たちはこんな風に言うだろう。それが何の罪だと。繰り返って政治家たちに質問する。あなたたちの子息たちがカルトに落ちてもいいんですか。あなたが家だと言うなら、
あなた自身たちは落ちないのに、衛星宗教の政治運動を宣伝しても、あなたたちに意味がないんですか？あなたのおかげで、その衛星宗教詐欺はこんな風に言うでしょう。総理である安倍晋三が我の競争に敬意を表するとした。総理も敬意を表する私たちの宗教に抵抗するあなたは誰か？あなたたちの宣伝は衛星宗教のイメージ選択に利用される。そして彼らは力あるあなたたちを口ずさんで被害者たちを脅迫する。そして被害者ができることは何もない。考えてみろ。国民の父である政治家たちが衛星宗教を宣伝し、国民たちがそこに落ちたとき、それはあなたのせいでしょというなら、国がどうやって立つことができるんですか？子息たちを衛星宗教犯罪に陥させる、そんな父親がどこにいますか？憲法が保障すること、宗教批判の自由は真理を暴虐した人類に何の力がならない。政治家たちがそこが宗教詐欺だと知らなかったとしても、それが無罪にならない。知らなかったら、それは無能で、無能は罪だ。政治家の席は無能なものが行く席ではない。知っていてなら、それはもっと大きな国を壊す衛星宗教に利用され上げて、そこに国民たちが落ちたとき、それはお前の事情でしょというなら、それは無責任だ。政治家は無責任なものが行く場所ではない。質問する。安倍が韓学者を尊敬する言うなら、その安倍とその思想たちはなぜ統一教会を信じないのか。韓学者は教祖だ。韓学者を尊敬すると言うなら、統一教会を信じないなら、安倍は偽善者だ。韓学者を尊敬しないのに、票とお金をために尊敬すると言うなら、安倍は嘘つきだ。世界最大の詐欺師に尊敬すると、これは言葉もならない。詐欺師を尊敬する？それが総理が、大統領が言う言葉か。総理が詐欺師を尊敬するなら、国民たちはどうすればいいんだ？トランプも世界もみんな狂っている。資本主義で詐欺は厳格に禁止される。なぜなら詐欺は資本主義を壊すためだ。民主主義で世論操作はやはり厳格に禁止される。それが可能なら詐欺師、犯罪者、殺人殺しも大統領になれる。北朝鮮を見ろ。殺人者、詐欺師が大統領をしてるんだろ？そこには自由も幸せも何もない。宗教詐欺はどうなのか？宗教詐欺は資本詐欺で、世論操作で、家庭破壊で民主主義を壊す社会の悪だ。統一教会の何兆円はどこから来たのか？どのくらいの多くの家庭と社会と労働力が犠牲した結果ですか？殺人とか交換などは比較さえできない悪だ。その悪人に総理は尊敬すると言ったのだ。それは言葉もならないことだ。少なくても総理はそんな風に言ってはならない。むしろ詐欺師を逮捕して宗教詐欺を根絶することが政治家たちの義務だ。宗教詐欺は自由民主主義内部から起こられる犯罪の最大のラストボスとして、自由民主主義社会のすべての悪の集合体だ。再美を承断しなければ国は滅ぼす。政治家たちは国民たちの父であり、国民たちをすべての危険から守る義務がある。日本社会は衛星主義にかぶれた。どうやって裕福な会長の息子が殺人者になったのか。この機会に日本社会が衛星主義の継承を受け入れてほしい。真理は世界の救い主イエス・キリストであり、彼の本、聖書だけが唯一な真理で、その他には何の救い主もいない。ここまでです。なぜ会長の息子は元総理を殺すしかなかったのかについてメッセージを伝えました。皆さん、真理を求めて救いをもらいましょう。